7世紀の東アジアは、隋の滅亡と唐の統一、百済と新羅の戦いなど不安定な情勢が続いていました。この混乱に対応するため、日本では政治改革が進められます。大化の改新です。この改革の目指すところは、天皇を中心とした国家体制の確立です。そのため日本は中国の制度を取り入れ、律令制を整備する基盤を築きました。この改革の中心にいたのが、中大兄皇子と中富の鎌足、後の天智天皇と藤原の鎌足です。しかし彼らの死後、後継者争いが起こり、勝利したのは天智天皇の弟天武天皇でした。以後天武天皇の子孫が皇位を継承していきますが、若くして亡くなる天皇が続き、皇位継承は困難を極めます。まず次の天皇と目されていた天武天皇の息子草壁の王子が若くして亡くなると、草壁の王子の子である文武天皇が成長するまでの間、祖母の持統天皇が中継ぎとして即位しました。しかし成長した文武天皇もまた若くして亡くなります。そしてまた同じ状況が繰り返され、文武天皇の子である小人の王子が成長するまでの間、祖母の元明天皇が中継ぎとして即位しました。このように天皇の座についていた元明天皇ですが、あくまで彼女は中継ぎであり、次の天皇として期待されていたのは孫の小人の王子でした。これが奈良時代が始まる直前の状況です。しかしこの頃の日本では皇位継承に明確なルールがなく、直系以外の皇族にも皇位継承の可能性がありました。そうした中で元明天皇が孫の小人の王子を天皇にしたい、他の皇族には皇位を譲りたくないと考えるのは自然な流れでしょう。そこで元明天皇は小人の王子を次の天皇にするため、信頼できる協力者を探します。その協力者こそ藤原の不人でした。小人の王子の母親は藤原の不人の娘である藤原の都。そのため小人の王子は藤原の不人にとっても孫にあたる人物です。このようにして元明天皇と藤原の不人の利害は一致し、彼らは小人の王子を対抗勢力から守り、次の天皇にするために協力していきました。しかし亡くなった天皇の母が即位するのは異例の事態でした。草壁の王子の死後、持統天皇が即位した例はありましたが、草壁の王子は天皇になる前に亡くなったため、天皇になった後に亡くなった文武天皇の場合とは状況が異なります。このため元明天皇の即位は周囲の反発を招き、政治的に不安定な状況を生む結果となりました。そのような状況を変えたいという思いもあったのでしょう。元明天皇はある時、中国では何度も都を移している、日本も新しい都に移すべきだと考えました。そこで彼女は平城の地について、都を作る条件が整っている、占いの結果も良いと述べ、遷都を決意します。こうして藤原京から平城京へと都を移すことが宣言され、奈良時代が始まる重要な契機となりました。都を移すということは日本の首都が変わるということです。そのためには綿密な準備が必要でした。この遷都を契機に全国の役人たちの地位や役職、勤務先を大きく入れ替える大移動が実施され、国政の最高機関である大上官はこのようなメンバーとなりました。見慣れない役職に地大上官事という役職がありますが、これは大上官をまとめる役職で、皇族の人物がついています。このような新たな体制のもと、平城京への遷都が進められます。こうして奈良時代が幕を開け、本格的な律令国家の運営が始まったのです。新しい都平城京の建設が進む中、次期天皇として期待されている小人の王子もまた新しい時代を担う準備が進められていきました。彼は14歳にまで成長しており、ついに皇太子に立てられたのです。これは次の天皇に内定したことを意味します。皇太子となった小人の王子が暮らしていたのはここ。地図で見ると藤原の不人の屋敷のすぐ隣に位置していたことがわかります。孫の小人の王子を天皇にしたいという藤原の不人の思いがこの配置からも見て取れるのではないでしょうか。余談ですが、皇太子が住まいとしていた場所が平城宮の東側にあったため、東宮と呼ばれるようになり、東宮という単語は後に皇太子のことを指す言葉となります。このようにして皇太子となった小人の王子は、その後政治的な儀式に徐々に参加するようになり、天皇になるための準備を進めていきました。それから数年後、元明天皇が55歳となった時、
私はもう年を取った。政治に疲れた。と言い出します。そして、皇位をオビトの王子に譲りたい。しかし彼はまだ15歳と幼い。そこで若くて冷静沈着な娘の日高内親王に上位する。と宣言します。日高内親王とは元明天皇が日下部の王子との間に設けた当時36歳の娘です。彼女は早くからオビトの王子が成長するまでの中継ぎの天皇になることが予定されており、この年まで独身を貫いていました。こうして日高内親王は母元明天皇の要請を受けて即位し、元正天皇となりました。これで2代連続で女性が中継ぎの天皇を務めることになったのです。元正天皇の即位により一時的に安定したかに見えた朝廷ですが、この頃になると政治の中心にいた人々が次々と亡くなり、政権は明らかに弱体化していました。そんな政権を立て直すため、中納言を一人補充しましたが、彼もわずか2年後に死亡。さらに左大臣までもが死んでしまって、とうとう大上官は藤原の不人ともう一人だけという極端に人手不足な状態に陥ります。当時の大上官は各有力士族が代表者を出して構成されていましたが、士族間や士族内部での思惑が絡み合い、新たな人材をなかなか補充することができなかったのです。そんな不人の行き詰まった政権運営を支えていたのが彼の4人の息子たちでした。不人が死んだ後も彼らはそれぞれ深く政治に関わっていくことになります。長男のムチマロは不人が亡くなった時に41歳。当然ながらすでに高い地位にあり、皇太子のオビトの王子の教育係を務めていました。ちなみにオビトの王子はムチマロの姉、都の息子なので甥にあたります。次男の房崎はムチマロの1歳年下で、不人が亡くなった時は40歳。兄とほぼ同じスピードで出世し、時には追い越すこともある実力派でした。三男の馬飼は少し離れて27歳。とにかく彼は元気な人物で、遣唐使として唐に渡ったほか、蝦夷との戦いのため東北へ、新羅や隼人に備えるため九州へ赴任するなど、東から西へとあちこち忙しく駆け回った人物です。四男のマロは26歳。頭が良く文才にも恵まれていましたが、性格はどこかのんびりしていました。素晴らしい天皇と臣下がいる。ならば僕は音楽でも聴きながら酒を飲んでいればいいのだ。と語るほどで、その気さくな性格から友人たちに慕われていました。こうして次世代の人材が育つ中、藤原の不人は病死して、律令制が始まって以来初めての太政大臣の位が贈られます。しかしこの時期に亡くなったのは不人だけではありません。すでに天皇を退いていた元明上皇も重病にかかり、不人を追うようにして崩御してしまいました。こうしてオビトの王子を天皇にするために協力していた2人の権力者が相次いで亡くなるという事態が起こります。これによりそれまで保たれていた政治の均衡が崩れ、抑え込まれていた他の勢力が動き始めました。こうして権力闘争が連続する激動の奈良時代が本格的に幕を開けるのです。